力です。リクエストを一ついただいておりまして、お久しぶりのフィギュアスケートなんですけれども、宇野昌磨選手が引退されまして、そして事務所を移籍されて、そんなような動きがある中で、プロスケーターたちの競技生活を終えたプロスケーターの人たちのその講演が盛り上がってるわけなんだけれども、なんとなくちょっとマンネリしてる部分があって、今後そのフィギュアの世界がどうなっていくのか占ってほしいということを、リクエストいただいております。リクエストありがとうございます。で、今日はですね、浅田真央さんもマオリンクが秋に、オープンする。すごいですよね。その浅田真央さんをちょっと中心に占っていきたいなと思っています。で、宇野昌磨さんがその浅田真央さんの事務所に行ってるんですよね。所属されてる。で、なんとなく、本当すぐにでも共演があるような流れじゃないのかなっていう気もするんですが、そこら辺もなんか踏まえつつ見ていきたいなと思います。浅田さんがもう本当に強い方なんですよね。星の命理持ってらして、寄宿の火曜日生まれの方で、今年はですね、一区の優正門夫妻に入ってらっしゃいます。浅田さん今、結婚の機運が非常に高まってるんですね。2024年末までです。ただどうでしょう、むちゃくちゃ忙しいんじゃないでしょうか。2024年の末までがね、夫妻に当たってらっしゃいますね。で、宇野さんなんですけれども、宇野さんは今年は、27歳で計算しますので、今まだ26歳ですけれども、羅合星1区の命が当たってらっしゃいますね。ご自身の命理、破門病役位に今、おられますね。でですね、2025年の4月から遷移に入ってきますので、来年の春ぐらいからこう徐々に展開していく流れを持ってらっしゃいます。でですね、この浅田さんと宇野昌磨さんの関係性なんですけれども、豪対の関係性なんですね。これちょっとこんがらがっちゃうかもしれませんけれども、浅田さんのホロスコープ上で言うと、浅田さんに命を合わせますと、宇野昌磨選手がタイに位置しているんですね。で、その深掘りしますと序門加害に入ってらっしゃいます。で、逆に宇野昌磨さんのホロスコープ、宇野昌磨さんにその命を合わせますと、浅田真央さんが5の位置にいらっしゃるんですね。そして同じく閉門加害に入ってらっしゃいます。この加害というのがね、あまりというか良くないですね。で、この5対の関係性ですけれども、腐れ縁と言われてますね。対、この場合で言うと浅田真央さんが宇野昌磨さんにお世話するとかね、おせっかいするっていう形になるんですね。尽くすという、そういう構図になってます、ホロスコープ上は。で、深掘りした時に両者ともその加害という要素を持ってまして、そのお互いがお互いの施しが裏目に出る可能性があるよっていうホロスコープ、になってますね。なんとなくだけど、宇野昌磨さんのそのフィアンセも同じ事務所にいますので、浅田さんおそらくちょっと控えめな立ち回り、態度に終始されるとは思うんですよね、おそらく。だからね、こういう関係性になってるんですね。
宇野昌磨さんと浅田真央さん、浅田真央さんと宇野昌磨さん。さてさて、ではですね、ちょっと浅田真央さんをこう中心に今後のフィギュアの、プロスケートの世界ですねをちょっと見ていきたいと思いますね。結構安定してるのかな。最後いきましょう。ドン。エイトオブカップが最後来ました。まあ愛に溢れているっていうのと、あと10オブカップと10オブワンズが来てるんですよね。もう結構確立されてる今の状態で、今の状況が非常に、良い状態ですよっていうのが出てるんだけれども、まだこう満足せずに次の目的地に向かっていくって、なんとなく寂しい、寂しさを感じるカードであるよね、このエイトオブカップス。だからファンの方の心境っていうことで言えば、本当なんか満足できる、もう素晴らしいとしか言いようがないんだけど、やっぱりなんとなく、次のところを求めるというかさ、次の展開みたいなもの、ただしっかりとした競技、非常にしっかりとした競技に裏打ちされてて、基盤自体はすごくしっかりしてるんじゃないかな。キングオブワンズがここに来てるけど、なんとなく私はこれ宇野さんと感じてるんですけどね、やっぱちょっとなんか距離があるかなっていう気はします。今後のフィギュア業界っていうことで言えば、やっぱりじりじりとやっぱ次のステージに向かっていくっていうことかな。今でも十分もう素晴らしいっていうか達成してるんだけど、やっぱりさらに進んでいくっていうのを感じますね。とてもなんかちょっとなんか地味な感じがするよね。じりじりっていう感じがします。で、宇野さんがいなくなっちゃって、その競技の方のフィギュアスケートはどうだろうね。なんか自分考えててさ、なんかロシア勢が戻ってくることがいいんじゃないかなっていう気がするんだけどね。ステロイドのね問題と、あとウクライナ侵攻のやっぱ問題抱えてて、やっぱ難しいんだと思うけど、やっぱなんかロシア勢が戻ってくるとやっぱ盛り上がるのかなとか思うね。やっぱこうなんていうかな、こうベビーとかヒールって言えばヒール的な側面、こう冷たいロシアの人はこう決めつけちゃったらよくないけど、なんとなくそういうヒール的なこうニュアンスを持ってるから、なんかやっぱロシア勢がいないことがやっぱね、いまいちこう盛り上がりに欠けるというか、逆に言えばなんかロシア勢が戻ってくることでまた随分変わってくるんじゃないかなっていう気はしますよね。だからそういう意味では、そのプロに転向した羽生結弦さんがそのプロ時代、その競技生活やってらっしゃった時と同レベルかそれ以上のリアリティ、リアリズムを常にこう話題をね提供し続けて走ってらっしゃるっていうあたりは緊張感、なんていうかこうなんか緊張感を保ちつつ、さらにこう小的な興行としてのねなんか成立みたいなもの、ただ単にそのなんていうの安定したショーですよっていうんじゃなくて、常になんかこうキリキリの緊張感みたいなもの常にこう意識してねなんか投入し続けてるっていうのはやっぱ羽生さんすごいなっていうなんか気はしますよね。あまりに突飛すぎてなんかちょっと置いてきぼりを食ってしまったような感じの部分もあるんだけど、だからなんかそういうフィギュアがこうなんか盛り上がるにやっぱそうなんかリアリティというかね、なんか刺激が必要なのかなっていう気もしますよね。
さてさて、いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。レキタロトリキでした。それではまた。バイバイ。